どうもベニマルでございます。ストライモンからまた新たなリバーブが登場しました。クラウドバーストは幻想的なアンビエンスを得意とするクリエイティブなリバーブになってます。これまでのストライモンのペダルより一回り小さいボディが目を引きますね。このサイズでありながらステレオインアウト、エクスプレッションミディも完全対応と妥協なしというのもすごいですね。ストライモンのリバーブというとビッグスカイにクラウドというモードがあるんですが、クラウドバーストはそれを発展させたようなペダルと言えるかもしれません。早速見ていきましょう。非常に雰囲気のあるアンビエンスですね。いわゆるシマーリバーブに近いんですけど、それともまたちょっと違う独特の雰囲気を持ってます。クラウドバースト紹介する上でまず最初に知っておきたいのがこのアンサンブルスイッチ。3ウェイのスイッチなんですが、オフ、メゾピアノ、フォルテと強めるほどド派手なハーモニーがつきます。オフだと広めのルーム、ホールっぽい広がりで、スイッチを入れるとストリングスのシンセサイザーを重ねたようなアンサンブルがつきます。真ん中メゾピアノだと自然なバランスで、フォルテにするとがっつりストリングスだぞって感じのサウンドになりますね。クラウドバーストはこのアンサンブルをうまく使うことで幻想的な響きを作っていきましょうといった感じのペダルですね。ちなみにドライウェットのミックスを振り切るとギターシンセみたいなサウンドも作れたりします。ブラスシンセというか、ちょっとパッドメセニっぽい使い方もできそうですね。あとは意外にというかトラディショナルなあっさりめのリバーブとして使っても良きです。最新のデジタル機種らしい高い解像度、クリアでリッチな感じの響きが良いですね。ここでストライモンといえば定番のリバーブであるこのブルースカイ、これと比べてみるとクラウドバーストのキャラクターが非常に分かりやすいので、比較をしてみましょう。どっちもかなりクリアで綺麗な響きですね。お互いだいたいつまみセンターのシンプルなサウンドにしてるんですが、自然派な感じのブルースカイとより幻想的な雰囲気に寄っているクラウドバーストという印象があります。今度はブルースカイのシマー、クラウドバーストのアンサンブルをそれぞれがっつりかけてみましょう。
こうするとアンサンブルのキャラクターが分かりやすいですね。ブルースカイのシマーは高い音でキラキラ感が出ているのに対して、クラウドバーストの方はストリングスのカルテットみたいに音程が上下幅広く重なっている感じです。まさにアンサンブルですぞといった感じですね。ではコントロールを見つつより深く掘り下げていきましょう。クラウドバーストつまみ類かなりシンプルになってます。本体の操作は極力分かりやすくで、複雑なプリセット管理とかしたければ MIDI でやってねという今風の割り切りを感じます。つまみはどれも見慣れたものでイメージ通りの機器なんですが、特徴があるとするとこのプリディレイ。リバーブが始まるまでのラグを調整できるので、主にアタックのクリアさをコントロールできます。自然にちょっとだけ響きをつけたい場合なんかはプリディレイを長めにすると分離が良いサウンド。逆に思いっきりお風呂場というかアタックから包み込みたい場合は短めにすると雰囲気が出ます。プリディレイのつまみがあるとリバーブの守備範囲が大きく広がりますね。あともう一つ重要なのがこのトーン。トーンはトーンなんですけど、クラウドバーストにおいてはアンサンブルのバランス感をコントロールする役割があります。アンサンブルってね、上から下までいろんな音程が含まれているのでトゥーマッチになりやすいというか、例えば自然な響きを得たかったら思いっきりトーンを絞ってオクターブ上の方をカットしてあげたり、いわゆるシマーリバーブっぽくキラキラした感じにしたかったらトーンを思いっきり上げてあげると。こういうぐちゃっとしやすいコードでも抜け感が出せますね。こんな風にアンサンブルの響きをシェイプできるのでトーン一つでいろんなキャラクターが出せます。ここでクラウドバーストの小技というか、あえてアンプ趣味を通さずにライン直で使うとストリングス感がマシマシになります。GM 音源みたいな懐かしい雰囲気がありますね。ついでにこのモジュレーションつまみを高めにしてあげるとギターで弾いてるとは思えないなんちゃってオーケストラができます。逆にモジュレーションつまみを完全に切って強めに歪ませると今度は管楽器っぽくなります。こんな感じでリバーブとしてはもちろんのことギターシンセとしてもいろいろ面白い音が出せるのがクラウドバーストの楽しいポイントだったりします。ラストはやっぱ MIDI エクスプレッションがあるのが何より偉いってことで応用的な使い方を紹介したいと思います。クラウドバースト外部スイッチや MIDI を接続すると裏技的にフリーズとインフィニットモードが使えます。
フリーズモード、踏んだ瞬間の音をずっと伸ばせるので、ピアノのサスティンペダルみたいな演奏ができて楽しいですね。あとはエクスプレッションペダルでディケイつまみを動かすと音程がぐにゃりと揺れるので、アーミングっぽい動きをつけたりとか、もちろん MIDI でプリセット管理もできるので、小さい見た目からは想像できない懐の広さがあります。ということでクラウドバーストの紹介でした。ストライモンっていろいろリバーブ出してるんですけど、クラウドバーストはその中でも独特なアンサンブルをこのコンパクト&シンプルな取り回しでできるというのが特徴になっていると思います。最近は操作がややこしいペダルが多いので、逆にこういうキャラクター個性ドーンみたいなペダルもいいのかなと思いますね。本体がシンプルでも MIDI さえ使えれば割とどうとでもなるので、理にかなってるなと思います。自分は同じストライモンのナイトスカイという、これもクリエイティブなリバーブをかなり気に入って使ってるんですが、どっちもキャラが被ってなくて、かつ使える音なのでどれ使うか悩みますね。そんなクラウドバースト、ストライモンのネクストジェネレーションというか挑戦を感じるペダルだと思いますので、気になった方はぜひ触ってみてください。ということで今回も終わりたいと思います。ありがとうございました。